こんにちは。武芸道結びのゆいです。 Hi everyone, I'm Yui from 武芸道結び。本日のテーマは鞘の内です。 Today's topic is 鞘の内。 The term 鞘の内 is a Japanese martial arts term that refers to controlling enemy without drawing your sword。 鞘の内というのは武道の言葉であり、刀を抜かずして争いを収めることです。冒頭で私が動いてみせたのは、刀を抜かずに仕留める一例を一連の動きで物理的に示したものです。 The movement I showed at the beginning of the video is a physical example of how to fight without drawing the sword。 まずはこの鞘の内という言葉について物理的な切り口からお話をしていきます。 First, let me explain the term 鞘の内 from a physical point of view。 切るだけが刀ではないということは以前にも別の動画で触れたと思うんですけれども、刀というのはこのように柄頭から小尻に至るまでの全てがあっての刀法なので、刃の部分で切るもしくは突くといったことだけが居合や剣術なわけではないんですね。刀のあらゆる部分を用いながら打撃技にもなりますし、また関節技や崩しにもなり得ます。そういう意味では本来武芸というのは総合武術であって、例えば私は居合をやってるので他の武道は別物ですとか関係ないですとか、そういうことではないんですね。居合であれ、空手であれ、柔術であれ、上術であれ、あるいは舞であれ、全ては根底で通じ合っていますよね。師範は前々から刀であろうが素手であろうが同じだと。素手でできないやつは刀持ったって武器持ったってできないんだよとお話しされていますけれども、本当にその通りだなと私も痛感します。刀を扱っているのは自分の体なわけですから、でその体の作用が刀を通して発揮されるわけなので、そうなってくるとやはり刀を抜く以前に相手に作用させる仕方が様々にあるのは当然ですよね。そしてまた体の作用というものは精神の作用と切り離せるものでもないんですよね。例えばこちらがとっさに先入観を持って反応したり、打ち負かそうだとか邪念を持って何かしようとすることでプツンと体のつながりというか作用が途切れてしまったりするんですよね。これって面白い感覚で、武術っていうのは力で勝つとか打ち負かしてやるというような、そういった一方的な行為とはまた異なる物事であるように感じます。敵と言える相手と調和しているかのような感覚すらあるんですよね。そういう意味で武というものは暴力的であったり支配的であったり、また優劣をつけたいというような欲求とはまた別次元の物事であるというふうに感じます。ということが単なる精神論ではなくって、技術を求めるがゆえにそういった精神めいたものが体感として知覚されるというのが武術を学ぶ面白いところでもあったりしますね。では武道とは何なのか、何のために武の力を磨いているのか。それはいけないことは止め、みんなにとって良きことをするという真っ当なことを貫くだけの強さや賢さを持つこと、それが武を治めることなのではないでしょうか。ですから争いを起こさずしてことを治める方法があるのであればそれを行うわけです。例えば映画「燃えよドラゴン」の中でブルース・リーが「お前の流派は何だ?」と尋ねられて「The Art of Fighting Without Fighting」と答えています。戦わずして戦う、そんなスタイルと言えるかなみたいなねそのような意味ですけれども、これの元ネタは日本の剣聖塚原卜伝であることをご存知の方も多いと思います。卜伝は今から約500年前の戦国時代を生きた剣豪です。卜伝が戦わずして勝つことを示したエピソードがいくつかあります。一つには卜伝が船で乗り合わせた男に決闘を申し込まれた時のこと。卜伝はもう男が船で騒いでしまって迷惑もかかるし仕方なく「分かりました」と「では船を降りて小島で立ち会いましょう」というふうにお答えするんですね。で
船を小島に寄せ、で牧伝は男を先に島に下ろし、で自分は船に乗ったままそのまま男を置いて去ってしまうだとかね。まさしく戦わずして勝つですね。またある日、牧伝の弟子が馬に蹴られそうになった時のこと。その時弟子は馬の急な動きからとっさに身をかわして避けたので、それを見ていた民衆は「おおすごい」と褒めたたえたんですね。ところがそれを牧伝が聞いたところ、馬は急に跳ねるものなのだから、もともと馬を大きく避けて通っていてこそ私の弟子だというふうに言ったそうなんですね。これらはとってもユニークなエピソードですけれども、ここから伺えるのは、牧伝という人物は目先の勝負にどちらが勝った負けただとか、素晴らしい技術を見せたからすごいだとか、そういったことにとらわれるのではなく、もっと総合的かつ本質的な視野で物事を見ていた真の知力がおありの方だったのだなというふうに伺えます。それこそが人を生かす道、活人剣と言えるのかもしれません。その真の知性が鞘の内という言葉に含まれている意味なのではないでしょうか。刀を抜かずに争いを収めるなんて、ただの精神的な意味付けといったことだけではなく、技術や体を追求するということはそのままどうしたって精神につながっていることであり、結局は物理も精神も同じことの裏表両側面なのでしょうね。武術を通して心技体が究極に一つになった時には、もしかしたら刀も抜かずただそこにいるだけで参りましたと相手に思わせてしまうような不思議な存在感を放つのかもしれないですね。はい、本日は鞘の内という言葉についてのデモンストレーションと解説でした。 Thank you for watching. Bye.